皆さんこんにちは。今日もセカンドチャンネル深掘り動画になっていくんですけど、今日の動画は固定概念って怖いねってやつですね。もちろんこの説が本当だったら、みんな教科書で習ったことや目の前に広がっている景色、それ本当にみんなが思っているものですか？どっかのお偉いさんや研究者が発表して、それを受け入れてるだけですよね。じゃあもし本来のものが想像していたものとは全く違うものだったら、僕たちが見ている森や林は、実は僕たちの足元にある雑草程度の下で、木と呼ばれるものはもっともっと凄まじく大きかったという説があるんです。今回は皆さんご存知の通り結構ぶっ飛んだお話です。この話はとあるロシアの配信者が作った動画から広がった説で、昔の地球はバカでかい木がたくさん立っていて、今の地球とは全然違った世界だったというんです。まずこれ何に見えますかね？はい、山ですよね。じゃあこちらはこれも山。実は今まで見せた写真、山じゃなくて、切り株って言ったら、皆さんどう思いますか？どうもしねえわな。多分ほとんどの人が、いや、こんなバカでかい木あるわけねえよって思いますよね。だけどそれは一種の脳内フィルターを通しての答えであって、こんな大きな木があるわけないという固定概念からそう見えてるだけかもしれないです。じゃあ次はこちらを見てください。これは切り株です。嘘です。これも山です。こっちが切り株。こっちが山。どうすかね？似ていると思いませんか？これらをもとに今僕たちが見ている山や岩は全て石化した大昔の樹木だというんです。メサと言われる卓上大地なんかほとんど樹木の切り株だと。じゃあそもそも木って石化するのって話ですけど、軽化木といって長い年月を経て木が石化しちゃうことがあるらしくて、化石の森国立公園にはこんな感じで石化した木がたくさん存在しているんですね。軽化木は地球が誕生してから地質でしかデータを収集できない時代の樹木やその枝などが数百万年から数千万年という長い時間地面に埋まっている間に、木の細胞や組織がシリカ鉱物に変化することによって起こる木の石化現象のことです。こうして木が石化していったものは世界中にたくさんあって、この六角形の石が積み重なったものこそが木でできている証拠らしいです。これは柱状節理というんですけど、マグマが冷える際に収縮を起こし亀裂ができ、その亀裂から内側に均等に縮まるためにこの形ができるらしいんです。ただ六角形は植物の断面図によく見られているものなので、これは本当は木であり、それを隠すためにこの溶岩が固まる過程や仕組みを説明して信じ込ませているだけだというんです。そんな感じで僕たちの目を本来の姿からかけ離れたものの姿を見るように仕向けているそうです。これとこれ全然違いますよね。確かにこれを見たら本当は溶岩で作り上げられたものではなく大きい木かもしれないって思っちゃいますよね。じゃあそんなバカでかい木はどこへ行ってしまったのか。これは大まかに2通りの説があります。宇宙人が資源として伐採し尽くした説、過去に起きた核爆弾の爆風によって吹き飛ばされて燃えてしまった説、この2つの説です。ちょっと両方とも非現実的に聞こえるかもしれないけど、まず宇宙人が資源として巨大な木を伐採していった説では、アヌンナキでも地球の資源を求めてやってきた話と似たところがあると思います。それにその資源を求めてやってきた宇宙人は人間よりもはるかに大きく巨人だったと言われています。確かにアヌンナキは巨人だし、世界中にはたくさん巨人の伝承がありますよね。神殿とか遺跡って妙に大きな場所があるし、この階段僕たち人間が登るのは結構無理ありますよね。他にもこんな大きな椅子があったり、扉だってこんな大きくしちゃって、これらは全て神として崇めていた巨人のために作られたものなんじゃないかと。確かに昔の遺跡とか神殿は少しね、人間より大きく作られてる気はしますよね。それではなぜ宇宙人たちは地球にある大きな木を欲しがっていたのか。今地球にある僕たちの知っている木の成分は主にカーボンやセルロースでできていて、大昔の木はシリコンベースでできていたそうなんですね。シリコンといえば今僕たちの生活ではね、欠かせない素材で、現代が生んだ魔法の砂と呼ばれるほど重要なものなんです。いや、呼び方かっこよすぎ。シリコンの化学的結合を変化させることにより、ゴムの特性を持ったものやオイル状になったり、ワニス状になったり、おっぱい状のおっぱいになったりします。なんでシリコンって聞いたらおっぱいを思い浮かんじゃうんですかね。僕2年前の動画でもおっぱいネタ入れてるんですよね。ただ最近ではシリコンではなくて脂肪を入れてるそうです。そのシリコンは熱や寒さにも強く、電気を通さなかったり、水を弾いたりと他にも色々な利点があり、しかも無色透明で無味無臭。僕たちの住居
にも使われてますし、雑貨やキッチン用品、そして電子基板や半導体、電力ケーブルなど、本当に様々な部分で使われているらしいんですね。そんな必要不可欠であるシリコンで昔の木ができているとするなら、それは資源として取り尽くしてしまったものとして納得できます。他にも、今この世界にある木は、大体は水や土からの養分を吸収し、光合成をして酸素を作り出しているんですけど、シリコンでできた木はアンテナの役割をしていて、その情報を地中に伸びた根っこを通して地球にデータとして送っていたとされているんです。ガイア理論で言うと、地球は生きているので、木が周りの状況や気候、大地の変化などを地球に伝え、それによりさらに地球が自己回復のために様々な気候変動を起こしたりと、そしてまたその情報を伝える。めっちゃ面白くないですか、この説。要は木が猫のヒゲ的な役割をしてるってことなんですね。猫のヒゲってめっちゃ重要で、確かバランス感覚なども保ってるって聞いたので、そうやって地球が保たれてきたというんです。ただ思い出してください。その重要なアンテナとしての機能をしていた木を切り落としたことで、荒れ果てた大地になったと。根っこなんかは石器化し、今あるクリスタルに姿を変え、石器化しなかった根っこは朽ち果て、その場所が地中に存在する洞窟になっているんだと。そして今この地球にあるものは、巨人が資源を取り尽くした後の残骸だと言うんですね。僕たちにとってはその残骸を資源として使っていることになるんですけどね。そしてもう一つの説、核爆弾の爆風で全て吹き飛ばされて燃えてしまった説。これは1780年から1815年の間に核戦争が起きたとされ、確かに翌年の1816年は夏のない年と言われていて、この夏が来なかったのは核戦争によるものだと。ただこれは明らかに何の根拠もなくて、そもそも夏が来なかったのはその年の太陽活動が低下したものによる影響だったと判明しています。そしてこの説だとかなり最近まで大きな樹木が存在していたことになりますよね。確かに18世紀頃までは割と今より大きな木があり、伐採が盛んに行われていましたけど、明らかに山の大きさの切り株になるような木が存在していた記録はないんです。今現在に存在している一番大きな木でもハイペリオンと 115.6 メーターの木なんですね。確かにこれも相当でかいんですけど、それでも山ほどの切り株にはなりませんよね。核爆弾が落ちてきてないにしても、大昔に何かしらの天平地位によって地中に埋まっている根元だけを残し、それより上は全て燃えたか飛ばされたか、そして地中に残った木の根元が長い年月をかけて石器化し、また環境の変化などで周りの土が流されたりして地面自体が低くなり、今僕たちが山と呼ぶものに変化したとかだったら、軽化木の作られ方と一致しているかもしれませんね。ここまでは本当にそのバカでかい木があったらなぜ消えてしまったのかについて話してきましたけど、そもそも神話にはその巨大樹、バカでかい木ってたびたび登場してきますよね。そしてその大きな木の上で生活していたという話なんかもあります。例えばジャックと豆の木なんかがまさにそうですし、映画で言うとアバターの世界観が近いかもしれないですね。北欧神話ではユグドラシルといって世界は一本の木から成り立っているっていう話が存在し、その木には9つの世界があり、神々、巨人、妖精、人間が住んでいたそうです。しかしラグナロク、最終戦争が起きてしまい、その木で成り立った世界が終わってしまうだとか、その次にできた世界が僕たちのいる地球なんですかね。その世界樹であるユグドラシルから今現在に言い伝えられている神話の多くが生まれ、カバラの知恵の木や生命の木、エデンの園など同じ木星科の木が多く登場しています。ユグドラシルは西洋鳥猫っていう木で、ギリシャ神話に出てくる木の多くがオリーブ、この2つは禁煙種になります。時代や場所も違うのに、世界には何かしら大きな役割を持った木の話が登場してくるっていうのは不思議ですよね。あと巨人が木を資源として伐採していたっていう話しましたけど、童話のジャックと豆の木の巨人の職業は木を切り倒す木こりなんですよね。ただこの地球には森は存在しない説、結構いろんなところで批判されていて、しかも具体的に一個一個反論されていたりもするんですね。この説特有の六角形の繊維の形、これが一番の山や岩が木とされる証拠として挙げられているんですけど、この六角形の細胞の写真、実は木の断面の写真じゃなく、アマという植物の断面の写真なんですね。なので山の表面が六角形の形をしているから、巨大な石器化した木だっていう証拠にはならないんだとか、他にも自然界に存在するものの中には六角形のものが多くあり、だからこれは山ではなく木だっていうのも言われていたりするんです
ですけど、その六角形が木とどう関係するかは詳しく語られていなくて、結構こじつけてる部分も確かに見られるんですね。みんなはどう思いますかね？この地球には森は存在しない説。僕なんかは結構ね、夢があってファンタジックですごい好きなんですけど、すごい勢いで反論されてるのを見ると、確かに言い過ぎかなっていうのはなくはないけど反論してる人はしてる人でちょっと固定概念にね、縛られすぎてる気もしなく、わかんねえ。わかんない。科学者じゃないからわかんないけど、みんなはどう思いますか？僕はこの説結構好きです。あんま信じてもないけど。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。